口周りや鼻周りとか汚れてしまう、衛生的に汚くなってしまう毛を最初に処理していきます。すごいいい子ですね。口上げた時のリップライン、中に入ってしまう毛も細かく切っていきます。この犬歯があるひだの部分も汚れがたまりやすい場所になるので、もう短くカットしていきます。鼻より前に出てくるこの茶色い舐めて焼けている部分もすきばさみで放射線状に短く処理していきます。そうするとペロペロしても汚れがつきにくくなります。次に耳の前のこの耳甲の部分、耳の汚れがつきやすい部分になるので、ここは短くカットしていきます。今からストップを切っていきたいと思うんですけど、斜めに切ると、お口マズルが三角になっちゃって可愛くないと思うので、ストップはまっすぐに切るように意識して切ってください。まっすぐに切っていきます。ストップをまっすぐに切ったら、ストップより奥にある目頭の毛は短く汚れてしまうのでカットしていきます。このストップがあって、それよりも奥の毛は短くカットしていきます。そうすると汚れがつきにくくて衛生的なので。まつげを切っていきます。まつげを短くした方が目は大きく見えると思います。こんな感じできれいに。そしたらハサミを持ち替えて、すきばさみで大体の形を作っていきたいと思います。これリガートさんのビオラっていうハサミでスッキリ率は 42% です。顎下をまず短く切ってあげたいと思います。シーズの顎下は長いとちょっとおじいちゃんみたいな感じに見えるので、なるべく短めに切ってあげた方が可愛いかと思います。顎下を切ったら、それと耳の前の耳甲に向かって丸くなるように輪郭を切っていきたいと思います。まずは顎下短く切って、それにつながるように輪郭。だいたい輪郭を切りました。そしたら前から見ると、このお口の毛、マズルの毛が顎より出ちゃってるので、ここを輪郭につながるように切っていきます。
で今いいですか？今だいたいリップラインじゃないや、マズルの下をだいたい決めたので、今度はマズルの丸み、どうやって説明しようかな。今聞いたのは顎だよね。マズルの下じゃなくて。今顎下を切ったじゃないですか。こうやって切った時に前から見たらこれが出てたんですよね。ここがマズルの下。今からマズルの丸みを切っていきます。シーズの毛はこう寝る毛こう落ちてきちゃうので、下から切り上げるイメージで、下から徐々に毛先を切って頂点をこう上げていくようなイメージで丸く切っていきます。でちょっとこの子はここが切られちゃってて短いので、これに合わせてなるべく丸くなるように切っていきたいと思います。でこんな感じ。今から今度は顔の上半分を切っていきたいと思うんですけど、まずは目にかかってきちゃう毛を切っていきたいと思うんですけど、下向いた時に、この子の目が隠れないように横は切っていきます。目の上の毛ちょっと前に寄せて下向いても目が見えるように切っていきます。シーズンは耳を上げた時と下げてる時の毛の上がり具合が全然違うので、よく確認しながら少しずつ切っていった方がいいと思います。まず耳の前、耳の穴が見えるぐらいまで切っていきます。耳の前を切ったら耳を下げてあげて、耳を上げた時にここがかぶさる毛もう一度切ります。耳を下ろしても下を向いた時に目が隠れないか確認して、隠れる毛は切っていきます。でそしたらとりあえず目の横の毛はこんな感じで切り終わって、今度は先に後頭部を切っていきたいと思います。ボディが3ミリで結構短いので、オクシパッドよりはちょっと広めにバリカンをかけてます。絶壁にならないようにちょっと丸みを考えながら後頭部切っていきます。耳より後ろ丸くなるように体と頭をつなげるように切っていきます。そしたらこの子今耳と頭の毛がつながってるような感じになってるので、耳の上の毛をちょっと分けていきます。大丈夫？何度も耳を上げた時と下げた時の
形を確認しつつ切っていきます。そしたら頭の上切っていきます。端をね、大丈夫。頭の上はなんて言えばいいの、まあシーズーの毛がネル毛なので、こう下から上に切り上げる感じでどんどん短くなっていくように切っていきます。わかりますか？間違いないです。で、何回も耳上げて、耳の前の四角くなる毛は切っていきます。長さを落とすっていうよりは、表面の毛を切って角を切っていくっていうようなイメージで切ってもらった方が丸くなるかと思います。うん、頭の上から見ても綺麗に放射線を描いてるような感じで切れてるといいと思います。こんな感じ。今耳を下ろしている状態なんですけど、この状態でもラッキーの輪郭が丸くなってる、こっちは長くぼさっと四角くなってる、耳を上げてもこっちの角が丸くなってる、こっちは四角くなってるっていう感じで、上げても下げても耳の毛が、頭の毛が四角くならないように意識して表面の毛を切る感じで切っていくと丸くなっていくと思います。口閉じてくれたらいいな。今の顔可愛いよ。こんな感じでプッ。今日は、シーズーのお顔を丸く切るっていうことだったんですけど、コツとしては寝る毛なので、落ちてくる毛なので、全体的に下から切り上げるようなイメージで切ってあげるとうまくいくかなっていうのと、あと耳上げた時と下げた時が全然印象違ってくるので、そういうのを意識して切ってあげるといいかと思います。ありがとうございました。ポチッとチャンネル登録お願いなワン。高評価もしてくれるとワンちゃんたちも喜びます。